なぜディズニーの魔法は70年経っても解けないのか。その答えを探すべく、私たちはアメリカのディズニーランドで70年の時を超えるタイムトラベルへ。半世紀以上愛され、今なお進化を続けるアトラクション。そこには夢を現実にする魔法使い、イマジニアたちの知られざる努力と執念がありました。今日は知るだけでパークの楽しみ方が180度変わるアトラクションに隠された知られざる秘話や、ウォルトが愛した伝説のメニューも紹介。地球上で最も幸せな場所で70年の時を超える旅へ、皆様をお連れします。Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. And here you may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. 改めまして、ディズニー大好きチャオです。全世界のパークを制覇して2週目に突入。なおは修行中。あとパリとフロリダだね。前回の動画では念願のキャロルウッドバーンにも行ってきました。というわけで、アメリカは西海岸ロサンゼルスの郊外にやってきました。アナハイムでございます。カリフォルニアディズニーとかアナハイムディズニー、 DLR などいろんな呼ばれ方がされますけど、ここが正真正銘世界で初のディズニーランド。お隣には観覧車でおなじみのディズニーカリフォルニアアドベンチャーがあったり、周辺にディズニーホテルがいくつかあり、ショッピングや食事が楽しめるダウンタウンディズニーなんかもあります。東京ディズニーリゾートも似たような作りで、なんだか親近感が湧きます。そんな賑やかな場所も昔はオレンジ畑。イマジネーションってすごい。私たちが世界で一番好きなパークがここカリフォルニアディズニーなんですが、いつもディズニーに行くときは、今日はグルメを楽しむとか、このパレードを見るみたいな何かしらテーマを決めて回ります。今回のテーマはウォルト・ディズニーの奇跡。70周年っぽいでしょ。アニバーサリーだからやりたいの。ということで、70周年を迎えたディズニーランド。パークに入ってまず消防署にご挨拶。皆さんも日本から行った時はまずここに挨拶してくださいね。ほら、他のディズニーファンも挨拶してる。ここはウォルト・ディズニーがパークを建設する際に実際に寝泊まりしていた場所。パークの進捗状況を確認したり、親しい人を呼んでいたそうですよ。現在も2階に明かりが灯っていて、ウォルトの存在を象徴している気がします。挨拶を済ませましたが、今はまだ朝の8時。日本じゃまだゲートの前に並んで電波通じないとかやってるけど、ここではそんなことは無縁の世界。アトラクションのことなど気にせず、まずは朝ごはん。入園してすぐにご飯だなんて、なんだか贅沢な気分。エントランス近くにあるウォルトゆかりのカフェ。もうツアーは始まっております。ここカーネーションカフェはウォルトが愛したメニューをいただけるんです。カフェと言いながら大人気のテーブルサービスのレストラン。基本的に予約がないと難しいのですが、朝一にアプリのジョインウォークアップリストという当日予約のような機能で入店できました。店内はクラシカルな雰囲気で、至るところにカーネーションがあしらわれ、各テーブルにも本物のカーネーションが飾られています。あれ、古そうな写真。よく見てみるとウォルト・ディズニー？カーネーションミルクトラックと書いてあります。カーネーションミルクって皆さんご存知ですか？私知らなかったんで調べてみたんですけど、見たことあるようなないような。日本ではあまり馴染みがないですが、今でもあるようですね。1908年、ワシントン州でカーネーションミルクファームズが設立。開園当時、この場所はカーネーションアイスクリームパーラーというアイスクリーム屋さん。お店の前にこのトラックもあったようですね。何よりウォルト・ディズニーのグリーティング、めちゃくちゃ羨ましいです。メニューはもちろん英語で写真なし。私たちには少し難しいですが、
もともと注文するものは決まっているので問題ないでしょう。テーブルサービスのレストランって各テーブルに担当スタッフがいてチップもあってって日本にはない文化で戸惑いますが、ちょっとした勇気が大切です。私たちも英語喋れませんがキャストの皆さん優しいので大丈夫です。注文したのは日本でもおなじみミッキーシェイプワッフル。小さいものは他のレストランでもあるみたいですが、このサイズの提供は意外にもここだけと聞きました。ベーコンも乗ってブレックファースト仕様です。でも一番のお目当てはこれではなくこっち。メニュー名にも注目。チリとはメキシコ料理のチリコンカン。ウォルトはチリビーンズを愛し、こちらのレストランでは家族が実際に使用したレシピに基づいたウォルトチリをいただけます。ランチディナーとブレックファーストのメニューは違っていて、朝はチーズオムレツにウォルトチリが乗ったものがいただけます。これが本当に美味しい。ピリ辛なんですけど辛いの苦手な私でもいけました。多分このチーズオムレツに合いすぎてる。モーニング2人で9000円。決して安くはない。安くないです。高い。言っちゃった。でもここはウォルトの軌跡をたどるには欠かせない場所。何より私たちが来たかった場所でもあります。たまにはこんなパークの楽しみ方もどうでしょう。カーネーションカフェのあるメインストリート USA はウォルト・ディズニーの故郷ミズーリ州マーセリンの街並みをモチーフにしたエリア。3つのアトラクションを通じて古き良きアメリカとともにディズニーランドの進化、ディズニー作品の歴史と技術を追体験できます。まず向かうのはオペラハウスの建物。ここでは70年の時を経て開園前のウォルトに出会えるらしいんです。ちょっと何言ってるか分かんないよね。オペラハウスはもともとリンカーンの演説を見るシアターだったんです。人民による人民のためのってやつ。またなんでリンカーンって思うけど、ウォルトはリンカーンをとても尊敬していたそうです。そして彼が1933年に訪れたシカゴ万博。ここで機械仕掛けの人形に深い感銘を受けたんだって。開発にはいろんな苦労が伴ったけど、世界初の人型オーディオアニマトロニクスが完成。1964年のニューヨーク国際博覧会でこの演説を展示。あまりにもリアルだったから演者がいると思われたんだって。初めて見るものやからみんなそう思うよね。現在のディズニーパークに欠かせない技術、オーディオアニマトロニクス。時を経て2025年70周年を機にオーディオアニマトロニクスを発明した本人がオーディオアニマトロニクスとして蘇る、こんな魔法みたいな話を体験してきます。ストーリーはウォルトの生い立ちから始まります。ウォルトにとって鉄道は身近な存在。列車の中で一匹のネズミも誕生。ミッキーマウスです。そして世界を変える物語へ。初の長編映画白雪姫が大ヒット。そんな中、休日ウォルトはグリフィスパークであることを考える。大人と子供が一緒に楽しめる場所を作ろうと。そして1955年アナハイムにディズニーランドが開園。ウォルトはカラー映像にも進出。これはディズニーカリフォルニアアドベンチャー水上ショーの名前。これが由来になってるのか。ここからいよいよウォルト・ディズニーが登場。これ近くで見るのもありやな。ウォルトは生きてました。まだオペラハウスの入り口には映像にも登場していたディズニーランド発想のきっかけとなったグリフィスパークのベンチ。この動画を見てくださった方は何のベンチか分かりましたね。シアターまで続くホールにはディズニーの歴史に刻まれる貴重なアイテムの数々が展示されています。ウォルト・ディズニーはアニメーション作品以外でも様々な分野で賞を受賞しました。パークの素案とも言われる貴重なアイディア。これは
グリフィスパークにディズニーランドを作ろうとしていた時のやつですね。訪れた時はパークのデザイン案がたくさん展示されていました。城壁こそないけど、お城の尖った部分は今につながってますね。とても70年前とは思えない近未来なデザインです。消防署の2階、ウォルトのアパートにあった家具も公開中。誰かここの資料を一つずつ詳しく説明してほしい。追加料金払いますってくらい。ディズニーファミリーミュージアムの展示品も多く貸し出しされており、ウォルト・ディズニーの生い立ちや作品、アニメーション技術など様々な視点で展示されています。またサンフランシスコ行きたいな。お、これは初めてのオーディオアニマトロニクスチキさん。サンフランシスコでもお会いしましたね。オーディオアニマトロニクスは音、動き、電子制御を融合した技術。当初は空気圧で動いていましたが、現在は油圧や電気モーターで精密な動きを可能にしています。耳を澄ますと、普段は素敵な音楽で隠される油圧の音が聞けるのもここだけじゃないですか。シアターを待つ時間だけで見るのはもったいない。ここは時間をかけてじっくりと見ておきたい場所です。ディズニーランドはウォルトのイマジネーションと技術、音楽で成り立っていると言ってもいいでしょう。皆さん、シャーマンブラザーズはご存知ですか？メリーポピンズや魅惑のチキルーム、It's a Small World などアトラクションや映画の象徴的な曲を手掛けた音楽家です。ここメインストリートシネマでは70周年を記念してIt's a Small World の最終章が公開されています。スモアって完成してなかったんですね。知りませんでした。この最終章はここメインストリートシネマとIt's a Small World のアトラクション内で聞くことができます。そしてディズニーの発展に多大なる功績を与えたイマジニアたち。彼らの功績はこの窓に。このメインストリート USA は日本ではワールドバザールにあたるエリア。雨の多い日本では屋根がありますね。日本と同じく買い物やグルメ、グリーティングが楽しめます。この時はハロウィンの時期で皆さんハロウィンコスです。70周年以上が良かったなぁとちょっとだけ思ってたんですけど、あったら関係なくハグハグハグって感じですね。並んでる7割くらい日本人です。はい、私たちも日本人です。気候に恵まれているカリフォルニアでは屋根はなく開放的なストリートをお馬さんも歩いてます。3つ目のアトラクションは乗り物。メインストリートビークルという名前の通りメインストリートの乗り物。馬車や小さな車、バスがあります。せっかくなら2階建てのバスの前から素敵なパークを眺めたい。タウンスクエアを出発してお城までドライブ。パークに入園したゲストが通るメインストリートを大きなバスがゆっくり進みます。正面に見えますのが元祖ディズニーランドのお城でございます。全パークのお城の中で最も低いって知ってました？その高さ23メートル。東京ディズニーランドのシンデレラ城の半分にも満たないんですって。しかもお城までの距離も短いので迫力に欠けますよね。そこでウォルトが考えたのが強化遠近法。視覚的な錯覚で実際よりも大きく高く遠くに見せる手法です。これはアニメーターたちの得意分野ですね。2階部分を小さく、お城に近づくにつれて建物も小さく作ることでお城の存在感をアップさせます。
パークの正面にそびえる立派なおとぎ話のお城。1959年公開、映画眠れる森の美女がモデルのこのお城。パーク開園は3年以上前の1955年。実は3年にわたるウォルトの宣伝戦略が隠されていたんです。大ヒットした白雪姫にあやかるのが安牌なとこですが、さすがのウォルト、未来の映画のためにお城を宣伝にうまく活用したんです。こんな立派なお城を宣伝に使うなんて、やっぱウォルトさん抜かりない。開園当初ゲストはこのお城が何のお城なのか分かってなかったってことなんですかね。想像力が膨らみます。ちなみに有名なエピソードで言えば、開園時にここをミッキーより先にチデが通りましたね。それがこの橋。ファンタジーランドはお城の裏に広がるエリア。お城を抜けるとパークの原点ともいえるキングアーサーカルーセル。アナハイムは王様の剣がモチーフ。パークごとにモチーフが異なるのも面白いポイントです。子供たちが喧嘩にならないように全部の馬を白馬にしたのも有名な話。ここでは誰しもが主人公なんです。でも一頭だけ特別な馬が。口元を見ると金歯が埋め込まれています。これはウォルト・ディズニーの妻リリアン・ディズニーのお気に入りの馬。ぜひ見つけてみてください。そしてウォルトといえば大の鉄道オタク。開園当時からあるケイシージュニアのサーカストレイン。今回訪れた時はおとぎの国カナルボートとともに長期の修繕中。残念。アラジンやアナ雪などディズニーの名作やモチーフとなった街並みをミニチュアサイズで楽しめます。ミニチュア鉄道もおとぎの世界に溶け込んでいます。大人から子供まで楽しめる不朽のアトラクションが数多く集まるファンタジーランド。この中からチャオ旅厳選、乗っておきたいアトラクション5選を紹介します。早速第5位、ピーターパン空の旅。現在でも採用される70年前から続く吊り下げ式。これさ、70年前に船を吊るして空を飛ぼうって思ったのすごくない？乗り物好きのアニメーターやからできた技よね。演出ストーリーは東京とほぼほぼ似ていますが、やっぱり開園当時からあるオリジナルに乗ることに意義があります。ちなみに2人乗りじゃなくて3人乗り。第4位は白雪姫の願い。1937年公開、初の長編アニメーション作品白雪姫。ディズニーの狂気とまでも言われた無謀な挑戦。平面のアニメーションに奥行きを与える特殊な装置、マルチプレーンカメラを駆使し、世界初のフルカラー作品として大ヒット。アニメーション界をリードした作品をアトラクションに。東京とは異なり、2021年にハッピーエンドな演出に変更されました。この演出があるだけで雰囲気が全く違います。いよいよ第3位。第3位はこちら、トード氏のワイルドライド。イカボードとトード氏という2部作の一つ。シンデレラが発表されるまでの暗黒期を支えた作品の一つです。トード氏は先祖から受け継いだ豪邸に暮らすヒキガエル。新しいもの好きで金遣いも荒い、人間のような一面を持つカエルが主人公の得体の知れないアトラクション。この憎めないキャラクターは人々を魅了させ、行列が物語ります。これはディズニープラスで作品見てから乗ってみてください。アトラクションの前には物語の鍵となる自動車。何でもハマる癖を持つトード氏。ライドアトラクションらしく映画のストーリーをたどりますが、一瞬過ぎて何が起こったのかわからない状態。ただただトード氏びいきのチャオとナオです。1位と2位の発表の前にご飯タイム。ファンタジーランドのトルバドールタバン。日本にも同じ名前のお店がありますが、ここではベイクドポテトが有名らしいです。今回はセレブレーションディナーポテトを注文してみました。70周年メニューとは書いてなかったんですが、
セレブレーションって書いててなんだか縁起が良さそうだったのでこれにしました。ちなみにこのドリンクは1000円のスプライトです。合わせて約3000円ですね。高え。期待が高まりますね。どんな味なんでしょうか。いただきます。多分芋の中で一番美味しい。ポテトの上にポテトチップス乗ってる。マジ？すごいよ。美味しい。でもやっぱ暑い日にはスプライトだな。なんかやっぱ炭酸欲しくなるよ。なる。美味しいよね。美味しい。カリカリの部分もあってね。多分ポテトの中で一番美味しいわ。ごちそうさまでした。大満足のお芋を堪能してランキングの最下位。第2位はマッターホーンボブスレー。世界初鋼鉄製レールを使用したコースター。アナハイムにしかない絶叫系アトラクションの原点です。ウォルトが休暇中にスイスで魅了されたマッターホルン。その感動をパークに持ち帰ろうとしたことに始まります。ファンタジーランド側とトゥモローランド側で2つコースがあり、展開が少しだけ違います。一度上に上がった後は下るのみ。シンプルながら予測できない動き。このダイミックさは何なんでしょうか。第1位はやっぱりこちら、It's a Small World。ディズニーに行ったことがない方でも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。それほど世界的にも有名なアトラクションです。当初はニューヨーク万博の目玉アトラクションの一つでしたが、1964年にディズニーランドにオープンしました。スモアといえばメアリー・ブレアの唯一無二のデザイン。日本はピンクがかった可愛らしい印象ですが、オリジナルは白を基調としていて、なんだかおしゃれっていう印象。ボート乗り場が屋外なのは年間を通じて気候のいいカリフォルニアならでは。ここから世界の旅が始まります。最近映画リメンバーミーのミゲルとアレブリヘのダンテが登場したそうです。これは探さねば。そして開園70周年を記念してIt's a Small Worldラストバースが追加されました。スモアって子供の頃に乗った時と大人になってから乗った感覚、感情的な部分で響き方が違うのって分かる方いません？子供の時はさ、うわーこんな世界があって世界って狭いんだって歌いながら漠然と思っとったんやけど、大人になってからさ分かることもあるやん。だって世界って狭くはないやん。けどみんな同じで世界は狭いんよ。こんなにも歌詞が響くんやって大人になってから気づきました。あ、ミゲルとダンテ発見。ラストバースは最後のシーンで、ぜひ現地で聞いてみてください。以上、チャオ旅が選ぶファンタジーランドのアトラクション5選。みんなのベスト5も教えてね。さあ、やっとファンタジーランドまで来ました。皆さんついてこれてますか？一方的でごめんなさい。いや、まさかメインストリートで15分かかるとは思ってなかったです。いろいろ喋ったけどまだまだ語り足りませんね。これでも一部です。ということで今回はここまで。次回はディズニーランドで免許更新、鉄オタウォルトの夢が詰まったパークを走り回ります。今回のツアーが楽しかった方はまた次回のご参加お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントお願いします。バイバイ。